あなたは今の職場で奴隷労働者になってはいませんか？遡ることおよそ58年前の1964年1月、メキシコのグアナファト州、ある売春宿で違法行為が行われていると通報が入り、警察官は捜査へ向かいました。現場に到着した警察官は売春宿にはびこる異様な雰囲気を感じ取り、眉を潜めます。建物は客商売とは思えないほど粗末な掘ったて小屋、清潔感など一切なく、どこからか鼻をつく悪臭が漂っているんです。そして売春宿へ足を踏み入れた警察官が見たものは目を疑いたくなるような光景。なんとボロボロの衣服をまとい痩せ細った13人の女性たちが鉄格子に閉じ込められていたんです。さらに捜査を進めると、辺りを漂う悪臭の原因が判明しました。悪臭の原因は売春宿の周りに埋められていた100人の遺体だったんです。メキシコ史上最も残忍と言われる売春宿で起こった殺人事件。鉄格子の女性たちと見つかった100人の遺体は何を語っているのか。それはある人物によって10年も繰り返された鬼畜の所業だったんです。おさす、美味しいジントニックと月島とかでお好み焼き食べたいよ、ケンちゃんです。次世代のファッションリーダー、やみやみこです。わーい。もっとちょうだい。今回皆様にご紹介するのは、約58年前にメキシコを震撼させた天使の牧場という売春宿で起こった事件なんです。僕はね、この話を聞いてね、暴力のね、連鎖っていうか、その自分がやられてからね、人にも暴力で返すみたいなね、そういうなんか人間のね、愚かさとか、そういったなんか怒りとかね、もう複雑なね、感情になりましたよね。暴力を抑えるにはやっぱりね、愛でしょ。では、鉄格子に入れられていた女性、そして100人以上の死体、一体この売春宿で何があったのか。まずは、この事件の発覚した日の様子から見ていきたいと思います。ボロボロの女性。遡ることおよそ58年前の1964年1月、メキシコグアナファト州の都市レオンの警察署に一人の女性が駆け込みました。助けてください。女性の名はカタリナ・オルテガ。カタリナは20歳前後と若く顔立ちの整った女性。しかしこの時カタリナを美しいと思う警察官はいませんでした。それはカタリナの様子が普通ではなかったから。ボロボロの衣服をまとい、ひどく痩せこけたカタリナは体中傷だらけ。頬はこけ、くぼんだ大きな目の下にはくっきりとしたクマが張り付いています。ただごとではないと感じ取った警察官はカタリナを受け入れ、話を聞く体制を整えました。するとカタリナの口から告げられたのは想像を絶する出来事だったんです。カタリナはとある場所から逃げてきたと言いました。それは警察署があるレオンの隣の都市サンフランシスコ・デル・リンコンの売春宿。ここでカタリナは暴力で脅されながら強制的に売春婦として働かされていたんです。しかも無理やり中毒にされて。その話を聞いた警察官らはお互いに顔を見合わせました。確かその売春宿はゴンザレスさんが経営している天使の牧場。天使の牧場は10年ほど前からグアナファト州を中心に6店舗以上展開している売春宿。メキシコ中央に位置しているグアナファト州には空港があり、観光地としても発展している賑やかな都市。そんなグアナファト州で手を広げる売春宿天使の牧場の存在は警察内部で把握していました。でもあの売春宿は地元の警察が管理している。暴力や薬物の話は出ていないようだが、しかし必死に助けを求めるカタリナの様子を見る限り嘘をついているとは思えません。経営者のゴンザレスは悪魔なんです。まだ監禁されている女性を助けてください。警察官はカタリナの目を見つめました。よし、出動だ。そして警察官は売春宿天使の牧場へ向かったんです。こういう時よくあるのがさ、1回目の通報で警察動かなかったりするんじゃないの？大丈夫だろうってね。今回本当動いてくれてよかったね。もうカタリナの姿が事の深刻さをね、物語っていたっていうことなんですよね。売春宿に到着し、車から降り立った警察官らは顔をしかめました。見るからに粗末な掘ったて小屋の売春宿。どこからともなく悪臭が漂ってきます。本当に営業してるのか。警察官らはしんと静まり返った売春宿の扉を開けました。ゴンザレスさん。返事はありません。中に入り店内を見渡しながら奥へ進んでいった警察官らはあるところで足を止めました。なんだこれは。目の前に現れたのはなんと鉄格子。そこには無残な姿の女性たちが入れられていたんです。女性たちは皆ボロボロの衣服を着て痩せ細り、体中傷だらけ。そして弱々しく身を縮めながら警戒心あらわに警察官を見ています。警察官は女性たちに話しかけました。私たちは警察です。あなた方を保護しに来ました。すると女性たちは口々に声を上げ警察官にすがりついてきたんです。早くここから出して家に帰りたい。こうして鉄格子から解放された女性はなんと13人。
皆20歳前後と若く整った顔立ちをした女性ばかり。そして全員がコカ中毒でした。警察に駆け込んだカタリナの証言通り、売春宿の経営者ゴンザレスによって女性たちは暴力と薬物で支配されていたんです。捜査を進めるとさらなる衝撃的事実が明らかになりました。それは売春宿の周りに埋められている死体の山。本当に現実にあるんだそれって感じですよね。掘り起こされた死体は80人ほどの女性と11人の男性、それに数人の胎児を合わせておよそ100体。中には白骨化している死体もあったんです。若い女性に無理やりそういうことさせれるなんてさ、このゴンザレスってやつがめちゃくちゃ怖い経営者だったんじゃないの？しかもね、もう10代がね、女性でもう、ね、目の前で暴力が、ね、はびこってたらね、もう屈するしかないですよね。無気力になっちゃうわね、これはね。しかもね、中毒にさせられてたわけですよ。もう本当に最低な話ですね、これ。中毒ってたまに聞くけど、結局どうなっちゃうの？というわけで本日のメトラキーワード、中毒について。とは南米原産のコカの葉を使用して作られる無色または白色の結晶性粉末、刺激薬や興奮剤とも言われる精神刺激剤の一種。コカには鎮痛成分があるため表面麻酔薬として医療で使用されるんですが、日本では嗜好品として所持することはいい方なんです。神経を興奮させるコカには非常に依存性の高い薬物。摂取すると気分が高揚して多幸感に包まれたり、眠気や疲労感がなくなってハイな状態になったりするんです。しかしその効果を求めるあまり乱用を続けると幻覚、幻聴、幻食など有害な作用を引き起こし、異常な思考や行動に走ることがあるんです。さらに異常摂取を続けると心臓に負担がかかり、心臓発作で死亡することもあるため、非常に怖い薬物と言われているんです。女性たちはね、みんなコカ中毒になっていたんです。だからいくら逃げ出すチャンスがあっても行動に移さなかったかもしれないということです。結局この経営者どうなったの？捕まったんでしょ？もちろん。こんな証拠残ってたらもう経営者は逮捕でしょ、即。なんと経営者のゴンザレスは、この売春宿からね、カタリナが逃げ出したことを知った途端、逃げ出したんです、自分も。ですがね、警察はね、やりましたよ、ついに。まあ少しね、手こずったんですけど、メキシコ警察はついにゴンザレスを逮捕したんです。経営者逮捕。売春宿店主の牧場に踏み込んだ警察官らは事の重大さを本部へ報告すると、すぐにメキシコ全土へと捜査網が広げられました。絶対に逃すな。メキシコの中心部グアナファト州、隣のハリスコ州、ケレタロ州とゴンザレスの売春宿がある都市を片っ端から調べたんです。道路には検問を敷き、ホテルやコンドミニアム、民間の宿まで探したんですが、ゴンザレスは見つかりません。その間に事件はメキシコ中で報道されたんです。そして殺害された女性たちの親は我が子の死亡理由を知り、絶望のどん底に落とされたんです。被害者の無念を晴らすためにも、警察は経営者ゴンザレスを絶対に逃すわけにはいきません。あいつら一体どこに行ったんだ。捜査に進展がないまま時間だけが過ぎていきました。そして捜査開始からおよそ1週間後の1964年1月14日、事件は急展開を迎えたんです。なんと経営者ゴンザレスが逮捕されました。逮捕された場所は国境近くの質屋。所持品を売りお金に換えていたゴンザレスが発見されたんです。ゴンザレスは質屋で換金したお金を持ち、アメリカに逃亡しようとしていました。まさに間一髪の逮捕。経営者ゴンザレスの逮捕は瞬く間にメキシコ中を駆け巡りました。経営者ゴンザレスはなんと4人姉妹だったんです。女性だったの？俺てっきり私屈強な男で黙らせてたのかと思って。なんかゴンザレスっていうと強そうだもんね。まあそうね。まあこの事件はですね、この事件の残酷さもさることながら、犯人がね、もう4姉妹っていうところもね、話題になった要因なんです。逮捕されたゴンザレス姉妹がレオン市の拘置所に移送されることが分かると、メキシコ中から民衆が殺到。娘を返せ、地獄に落ちろ。ゴンザレス姉妹に対して怒りに満ちているのは被害者の家族だけではないんです。連日報道される凄惨なニュースにメキシコ国民は皆感情をあらわにしていました。売春宿店主の牧場が経営していたのは1950年代から1964年のおよそ10年間。この10年の間にメキシコでは行方不明になる若い女性が続出していたんです。怖っ。女性たちが行方不明になった理由はゴンザレス姉妹に騙され殺害されていたからなんです。これだけの犯行を4姉妹がさ、共犯するってなかなか聞かない話よ。もう4姉妹も身内らが誰も止めらんなかったってことでしょ。4姉妹がね、全員事件に関わってた。これね、なんか理由があると思いませんか皆さん。なんとなく察しはつくわね。そうなんですよ。4姉妹全員がそういう風になっちゃったってことは、4姉妹全員の共通点、やっぱ家庭環境にね、何かがあったのかもしれないです。どんな家庭だったの？
ゴンザレス姉妹はメキシコ・ハリスコ州の貧困地区で生まれ育ち、裕福とは言えない生活を送っていました。そしてゴンザレス姉妹の人格形成に大きな影響を与えたのは父親のイシドロ・トーレス。父親のトーレスは非常に高圧的なタイプで、地元ではボス的存在として一目置かれていたんです。睨みを利かせて街を歩き、気に入らない相手を力ずくでねじ伏せることも。ただの不良じゃん、もうそれ。そして家ではゴンザレス姉妹に対し毎日のように暴力を振るっていたんです。逃げ場のない父親からの暴力とモラハラ。ゴンザレス姉妹は父親を恐れ、4人で慰め合っていました。年頃になったゴンザレス姉妹はおしゃれに興味を持ち、普通の女の子のように化粧品や洋服を欲しがったんです。しかしそれを許さなかったのが父親のトーレス。そんなくだらないものを買う金はない。それでも父親に反抗してゴンザレス姉妹は流行りのファッションを身につけたことがありました。すると父親のトーレスはゴンザレス姉妹を殴ったり蹴ったり、罰として刑務所へ放り込んだんです。もうお前が刑務所行け。暴力で支配され、欲しいものを手に入れる欲求が満たされないまま育ったゴンザレス姉妹。4人はいつもこのように語り合っていました。お金さえあれば全て解決できる。絶対にお金持ちになって父を見返そう。成長するとともにゴンザレス姉妹のお金に対する執着はますます強くなっていったんです。そしてゴンザレス姉妹はかつての父のように暴力で人を支配することを覚えたんです。売春宿で働く女性たちを暴力で支配したことは日常的に父親からの暴力を受けてきたゴンザレス姉妹にとって当たり前のことだったのかもしれません。これがね、もう暴力の連鎖っていうやつよ。もう誰か断ち切らないとダメなんだけど、なかなか難しいわよね。暴力はね、正しい行いではないっていう、そうやってね、導いてくれる人がね、身近にいなかったんでしょうね。でもやっぱり愛なんじゃないのこれも。今ずっと言ってましたもんね。愛なんです。なんか嘘くさいじゃん、俺らに言うと。でも、なんか、本当ですけどね。愛。さてね、お金に執着するゴンザレス姉妹は売春宿を経営することになるんですが、一体どうやって若い女性たちを集めていたのか。これはね、ぜひメトラの皆さんにもね、気をつけてほしいんですけど、なんとね、被害者の女性たちは、もうゴンザレス姉妹に会った時にはすでに騙されていたんです。悪魔の求人広告。遡ることおよそ72年前の1950年代、ゴンザレス姉妹はそれまで経営していた酒場を閉めることにしました。思ったより儲からなかったから。妥当な判断だな。より高額な収入を得られる仕事としてゴンザレス姉妹が目をつけたのが売春宿の経営でした。売春宿を開くにあたり必要なのは若くて美しい女性。そこでゴンザレス姉妹は若く美しい女性が集まるためのとある罠を思いつくんです。その罠とは新聞の求人広告。ゴンザレス姉妹は田舎町に狙いを定め、地元新聞の求人欄にこのような募集広告を掲載しました。あなたの夢叶えます。高給料、高待遇、都会のバーやレストランで働く若い女性募集。なんかもうちょっと怖いけどね、なんかこの時点で。この広告は田舎の若い女性たちの心をわしづかみに。都会の洗練されたレストランに憧れる女性はたくさんいたんです。こうしてゴンザレス姉妹の元に集まった女性たち。ゴンザレス姉妹は女性たちの中からより若く魅力的な女性を物色し、甘い言葉を並べて採用しました。暮らす場所も提供するよと。こうして都会に憧れる女性たちは夢を抱えて家族に別れを告げ家を出ていきます。まさかそこがコカイン漬けにされる殺人売春宿とは知らずに。いや、これめちゃくちゃ胸クソじゃないの。もう夢見る女の子、めちゃくちゃ騙してんじゃないの。嘘つきっすよ。嘘つきよ。だってね、もう求人広告のね、内容を見た時点ではね、売春宿だなんてね、あんなね、レストラン思うわけないわよ。ではね、都会に連れられてきたね、女性たちが売春宿、天使の牧場で一体何をさせられていたのか、早速見ていきたいと思います。都会への憧れを胸に抱いていた若い女性たちは売春宿に着くなり愕然としました。聞いていた話と全然違う。騙されたことに気がついた女性たちはもちろん抵抗。どうにかして逃げようともしたんです。しかし何一つ許されることはありませんでした。抵抗する女性には凄惨な拷問が行われたんです。棍棒で殴られたり、重いレンガをいくつも体の上に置かれたり、氷水を大量に浴びせられたり。拷問は売春婦として働くことに合意するか死ぬまで行われました。そして売春婦として働かされた女性たちは身も心もボロボロになり魅力を失っていくんです。中には性感染症を患う女性もいました。しかしゴンザレス姉妹は気にも留めません。なぜかというと、女性が死んだら新しい女性を補充すればいいだけだと考えていたから。本当にね、人を物扱いする人マジで許せないです。本当に。そのため魅力を失った女性や性感染症を患った女性、さらには25歳を迎えた女性は迷わず殺害。
ゴンザレス姉妹が殺害したのは女性だけではないんです。男性も殺害していました。ターゲットはアメリカから出稼ぎで帰ってきた季節労働者。長期間の労働を終えた男性は大金を抱えていたんです。そんな男性が売春宿に遊びに来ると強烈な麻酔入りの飲み物を振る舞い殺害して金品を奪っていました。こうやって10年でさ100人もの人が殺されたって思ったら本当許せないよこれ。しかもさよくさそれだけの人数をバレずに殺せたわねってね、経営をやりきれたわねって思うけどね。まあ、4姉妹はね、うんこの売春宿を守るためにね、うんある対策を講じていたんです。強制労働に殺人、違法薬物と不正まみれの売春宿の経営が10年も続いたのには理由があったんです。それは警察と政治家との癒着。もうなんかどの世界にもあるなこれ。警察には賄賂を渡して捜査しないように頼み、政治家には警察に捜査をしないように圧力をかけさせていたんです。めちゃくちゃ腐ってるこの世界。賄賂として払うのはお金や女性の体。賄賂を受け取っていた警察や政治家は売春宿の実態をどこまで知っていたかもわからないんです。しかし不穏な売春宿と知りながら放置していたのは事実。警察に通報した女性カタリナは非常に運が良かったんです。もし駆け込んだ警察署にゴンザレス姉妹の息がかかっていたら売春宿に連れ戻されていたかもしれないから。とカタリナが無事でよかったわよ。もう本当よかったです。もしね、カタリナが店主の牧場に連れ戻されてたらね、もっと多くの被害者が出てたかもしれないんです。さてね、ついに逮捕されたゴンザレス4姉妹。そんな彼女たちは逮捕された後ね、被害者の恨みを晴らすかのような幕引きを迎えるんです。ゴンザレス姉妹の最後。ゴンザレス姉妹の裁判は遺族や被害者女性たちの罵声が飛び交う中で行われました。法廷内に響き渡る死ねえ地獄に落ちろリンチさせろという叫び声。そんな中でもゴンザレス姉妹は無実を主張したんですが認められず、当時のメキシコの最高刑懲役40年の判決。長女のデルフィナは服役が始まると精神に異常をきたし暴れ回るようになりました。そして1968年10月17日上の階の囚人が手を滑らせたコンクリートのブロックが命中し死亡。56歳でした。その刑務所に治安悪いなおい。次女のカルメンは獄中で癌を患い病死。三女ルイサも精神に異常をきたしました。そして1984年11月19日独房で死んでいる姿が発見されます。四女のヘッスは唯一刑期が短縮され極秘裏に出所。短縮された理由は明らかにされていないんですが晩年の消息は不明なんです。僕が気になるのはゴンザレス姉妹が自分たちがどれほどひどいことをしたのか、それに対して反省しているのかというこの点なんです。というのも彼女たちがどんな最後を迎えても罪は消えないですし、亡くなった方は戻ってきません。そして遺族は生きている限り一生その苦しみを背負わなければならないからなんです。おさすノード JS のエンジニア募集してるよ。概要欄とコメント欄まで見てね。我こそはというね、エンジニアの皆さん応募してください。今ね、めちゃくちゃいいエンジニアのチームができてるんで、ぜひぜひ、こんな変な奴らいないんで大丈夫です。もしね、ノード JS、リアクトネイティブ、ネクスト JS、いろいろあるんですけれど、技術スタック、これはと思う方がいたらぜひ応募してください。